にちは、シャニーです。今回は私が日本で仕事をしていた時の読んでいた本たちを紹介したいと思います。なんでこの回を撮ろうかなって思ったかというと、結構大学卒業した後とかいきなり本を読むっていうとその時間が取れないっていう人も結構いるかと思ったので、思い切ってちょっと私が、仕事をしていた時期に、読んでいた本を紹介したいと思います。で、前提としてご承知おき願いたいのが、私が新卒で働き始めてから、かなり、メンタル参ってました。なぜかっていうとかなり意図的な嫌なことがいっぱいあったからです。なので、本が私の中での、メンタルケア、セルフケアにすごくつながっていました。で、だからといってすごくケア的なケアに特化した読書をしていたわけでもなくて、私はひたすら哲学とか自分が没頭できる本をいっぱい読んでいました。なのでその本たちを今回紹介したいなと思います。では行ってみましょう。レッツスターリン。私が、読んでいた本がこの中に全部入ってるんですけど、だいたいこの Kindle を使っていました。で Kindle の方が、読みやすいのと Kindle の方が、毎回そのいろんな本を持ち歩かなくても読めるので、タブレット一つで読めるのでとってもためになるなと思う。このタブレット一つでどこでも持っていけるので、私はこちらのタブレットを使って読んでました。いくつか、紹介したいなって思うんですけど、私が、よく読んでいた本の、いくつピックアップしたいんですけど、私はよく100分で名著っていう NHK のテキストを使って読んでいました。で、それは、NHK で私が100分で名著を出会ったのどのタイミングだっけって思うことがすごく時々ふと考えてはいたんですけど、この動画を撮る前に。でもパッと、自分が気になるものがあったので、よくまとまってるんだろうなって思って読んだのがきっかけなんですけど、100分で名著について公式のページをちょっと軽く紹介したいと思うんですけど、誰もが一度読みたいと思いながらなかなか手に取ることができない古今東西の名著を25分 ×4 回の100分で読み解く番組です。要するに番組で読み解くんですけど、でも私はちょっと番組を見ていなかったし見れなかったので、本だけで完結させていました。本だけ読んでもかなり読み応えがあって結構楽しく理解できるのでおすすめであります。はい、いきます。まず100分で名著の一番生向けかなって思うのが広幸也さんが書かれたわからないことがわかるということが悟りっていう本なんですね。本っていうかこの人が結構解説というかわかりやすくまとめてくださってるっていうのがあるんです。で、100分で名著というのは、その作者とかがドーンと書いてるのをバーって載せるのではなくて、解説わかりやすく紐解いてくれる著者の方が、わかりやすく端的にというか読みやすいおすすめの本で、出してくれています。で、今回この道元とか仏教の教えとかをわかりやすく書いているのが広幸也さんのわからないことがわかるということが悟りっていう本ですね。
これも100分で名著で読みました。で道元とか消防言動とか私も全部の人道元は知ってるんですけど、消防言動はちょっとと思ってわからん、ちょっと読みとこうかなと思って読みました。なんでこの本を読もうかと思ったのが、ちょうどこれも、仕事新卒で働いた時だったんですけど、日本のもう当たり前とかっていうのが私ちょっとついていけなくて、結構その上司からの要求もすごく多かったので、どうしたらいいのっていうところがあったんですね。でそれをなんか結構職場でもガンガン問い詰められたりしたので、わからないっていうのがそもそもダメなのか、それともそうだよねって無知の知っていう言葉があるじゃないですか。だからわからないってことが分かってればまだいい方なんじゃないかなって私は思ってたんですけど、なんか職場がそういう空気ではなくて、なんかもっとできるでしょみたいな感じだったんですね。でもちょっと待ってよって、私の基礎的なところは分からないことが分かっているっていうところがすごく大事で、そもそも分からないところがどこなのかも分からなかったら成長しようがないし修正しようもないじゃんって思ってたんですけど、それは伝わらなくて、でそれを職場で消化できないのであれば、本とか自分で学習してもう一度学び直しをして自分で納得させるしかないって思ったので、この本を読んだんですね。わからないことがわかるということが悟りっていう本を手に取って読んでました。なんか腑に落ちます、本当に。私何やってんだっけとかって思う、初めてとか新人さんとか初めての職場に入りましたとかっていう人もそうだし、学生でもこれわからないっておかしいのかなとか、悩んじゃってるそこのあなたっていうそういう方にこそおすすめの本かなって思います。でもう一つ、100分で名著で出すとしたら、結構100分で名著読んでるんですけど、100分で名著で出すとしたらカントの純粋理性批判ってあるじゃないですか。大学生だったら必読ですよね。でその本を東京医科大学哲学教室教授の西健さんが、書いてらっしゃる本なんですけど、本というかテキストですね。この方が解説している純粋理性批判、答えの出ない問いをどのように解かれるべきかっていう副題というか、それをさせた上で書かれた上で表紙としてあります。これも結構楽しいですね。で私も純粋理性批判を日本語の訳も読んだし、ドイツの原点も読みましたが、日本では結構カントの研究ってかなりされてるので、読みやすい訳本というか読みやすい日本語訳の本があるんですけど、でもそれでもやっぱり日本語が難しいとか何言ってるか分かんないっていう人は、まずこういう100分で名著のちょっと薄めなので、それをちょっと解説として読んで、それから入ってもいいかもしれないですね。私がなんでこの本を読んだかっていうと、ちょっと解説として読みたいところがあって、その副題で出した一文、答えの出ない問いはどのように問われるべきかっていうのがすごく私の中でもうまさにこれ、今これよって、今これがすごく引っかかってることだから、なんかちょっとヒント欲しいなって思って読みました。はい。これもやっぱり仕事に直結してて、福祉ソーシャルワーカー、精神保健福祉士ですね。仕事をしていて、どうしても答えの出ない問いを自分で投げかけることもあるし、自分で自分に投げかけることもあるし、利用者さんの人たちから投げかけられて悩むっていうこともありました。なのでこういうのにどうやって答えたらいいのかなとか、
もっと分かりやすく、私の話す日本語かなり難しいって言われることがとても多いので、分かりやすく伝えるとかっていうのなんかヒントないかなっていうところで、この100分で名著のテキストを読みました。であんまり私が答えを言うと、私が思ってることを言うと、あ、そうなんだって思ってしまうと思うんですけど、でも思って買ってしまってなんか違うって思われるのちょっとあまり嬉しくないので、もしこの副題で惹かれるものがあったらぜひ読んでみてほしいなって思います。もう一つ、これは、文学が好きな人はきっと惹かれるだろうなって思ったので、ちょっとこれ出したいと思います。それが、これも100分で名著の本で、脳科学者、作家、ブロードキャスターの茂木健一郎さんが、解説というか書かれている、モンゴメリの赤城の案についてです。で、これが2つ副題が書いてあって、コンプレックスを力に変えるとか、夢は終わり、人生が始まるとかっていう副題というか、ちょっと一文が書かれている表紙なんですね。で、これが、その赤城の案って赤城の案はどこの出身の本でしょうか？はい、時間です。UK です。ユナイテッドキングダムです。はい、アメリカではないです。はい。で、こちらのこの赤城の案の解説というか、そのテキストを読んでなんで読もうかなと思ったのが、福祉のクライアントさんもそうなんですけど、これがちょっともう無理なのっていうこととかもいっぱい聞かれました。私はいっぱい聞こえました。なので、そういうのを、簡単に一言に言うならコンプレックスかなって思います。で、コンプレックスを力に変えるとか、夢をいっぱい見ることはいいけど、だけどそこから人生を始めた赤城のアン・シャーリーとライトを当てて、私の中でもう一度ちょっと復習をして、福祉の現場に生かせたらなって思ってました。なのでこの本をちょっと選んだというのがありますね。で、これをしてよかったのが、クライアントさんの中には、時間をうまく使えなくて困ってるっていう人に、この赤毛のアンの100分で名著をおすすめして、前向きになってくれたりとか、あ、それいいねって言って、私も久々に読んでみたいわとか言って読んでくださったりとかして、すごく良かったです。で、100分で名著はテキストちゃんと本で売ってるし、デジタル書籍としても出てるんですね。なので両方で楽しめるのでいいかなって私は思って、利用者の方に、クライアントさんに紹介、この本そのものを紹介することもあれば、赤毛のアンのこういうシーンってあるんですけど、なんかこういう風に今の社会で言うとこういう風に活かせるかもしれないなと思いましたとか、なんか変にすごく専門的な話をするのではなくて、こういう物語とかみんなが触れたことのあるような物語から紐解いちょっと引用して、こういう風に今の生活に結びつけることができるんじゃないですかねとかっていう風に、ちょっとお伝えしたりしてました。なので自分だけじゃなくてクライアントさんにも活かせた一冊でしたね、この100分で名著赤毛のアンの回に関しては。なので私はこれ結構思い入れのある本でもあります。例えば他にも今日の料理とかもちょっと本屋に行けない時にパパッとデジタル書籍で Kindle で買って、それを読んで料理したりもしましたし、たまにはちょっとドイツ語やりたいなと思って NHK の毎日ドイツ語のテキストを買って、デジタルで読んだりもしてました。ちょっと結構うるさいですけどね。数えればいろいろあるかなと思うんですけど、この本を読んでてよかったっていうのは、この3つで一番、初心者というか初学者の人にも読みやすい本かなって思うので紹介しました。で、中には新書みたいなのも読みましたし、いろいろあるんですけど、なんか結構長くなっちゃったので、この辺りにしたいなって思います。
で、やっぱり本との出会いっていうのは結構大事だと私は思います。書籍との出会いって自分の思考をクリアにしてくれることもあれば、人と人とのつながりを結ぶすごく大事なきっかけになったりするので、本を嫌いにならずに、ぜひ何か自分できっかけが見つかればぜひ読んでみてほしいなと思います。では今回も見てくださってありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。